このように告白ができないのも、自分のアピールができないのも、人に物を頼めないのも、その言い方傷つくからやめて、と自分の気持ちを言えないのも、自己肯定感が低く、自分に自信が持てないことが一つの要因です。そして、言えない人は弱い人みたいな世間の間違ったイメージがあるので、言えない人はなおさら自己肯定感を下げがちです。でも、アダルトチルドレンが自己肯定感が低くなったのは、そして言えなくなったのは、あなたに問題があったのではありません。多くの場合、小さい頃にとても辛い体験をしています。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。愛されずに育つといろいろな問題が出てきますが、人間関係にも大きな影響が出ます。中でもパートナーの獲得や、獲得できても良好な関係の維持が難しくなります。この動画は獲得が難しいという側面に焦点を当てようと思います。つまり告白が難しくなるという側面です。これはアダルトチルドレンの特徴の一つである自己肯定感が低いという問題と関わっています。なので、もう告白とは無縁の人生を歩んでいるという方にも、自己肯定感が低いという問題を通して密接に関わってくる問題です。何らかのヒントになるかもしれません。1、告白ができない。2、告白ができない原因。3、どうすればいいかという対策。4、ポイントの振り返りと補足。5、すぐにできること。このような順番で話します。アダルトチルドレンは人間関係が苦手な人が多いということはすでに話しましたが、特に初対面の人や異性はなおさら苦手な人が多いです。なぜなら傷つく可能性が高くなるからです。そこで傷つかないように自己防衛が強くなります。例えば、どうせ相手にしてくれないだろう、うまくいきっこない、恥をかくだけだ、傷つくだけだ、と考えるのも自己防衛です。このように自己防衛が強すぎる人は、相手を大好きでも告白ができません。あるいは女性なら、傷つく恐怖や失敗への恐れが強くなりすぎて、あなたに興味があります。あなたに好意を持っていますという空気を出せません。逆に、あなたには興味がありませんというような空気を出してしまいます。そこでアダルトチルドレンは傷つくことへの恐れから告白できない人、告白されやすいような空気を出せない人も多いです。では、傷つくことが怖くて告白できないアダルトチルドレンの原因を考えてみましょう。この動画で取り上げているのは、人が怖いとか、人が煩わしいので一人が好きとか、そういう理由の人ではなくて、傷つくことが怖い人です。そして生まれつき脳に問題がある人とかではなくて、アダルトチルドレンに的を絞っています。どうしてアダルトチルドレンはここまで傷つくことを恐れて自己防衛が強くなるのかというと、多くの場合、十分に愛されて育っていないからです。愛されなかった理由は人それぞれいろいろありますが、例えばありがちなのは、親自身が愛されて育っていなくて、
親自身が心が成長していないというケースです。親自身が心が成長していなくて、子供の欲求より自分の欲求を満たすことしか頭に浮かばないような人であれば、親は子供に関心がいきません。また、親が子供の気持ちより自分を守ることばかり考えていたら、子供は気持ちを汲んでもらえません。あるいは心の病や何らかの障害で子供を可愛いと思えない親もいます。こうなると子供は、自分は魅力のない人間、自分は迷惑な人間、自分は関心を持たれない人間、自分は構ってもらえない人間、自分は愛されない人間、このような信念を作ってもおかしくありません。こうなれば異性と話せなくなったり、拒否されることを恐れて告白ができなくなるかもしれません。欲求が勝って告白できても無意識で警戒し続けます。そこで距離を縮められないという可能性が高くなります。また、アダルト・チルドレンは機能不全家族の中で十分に愛されずに育ってくる人が多いので、自己肯定感は低くなります。自分を大切に扱ってもらえなかったら、自分を中心に扱ってもらえなかったら、自分に関心を持ってもらえなかったら、十分に愛してもらえなかったら、子供は自己肯定感は低くなって当たり前です。そして自己肯定感の高い人と自己肯定感が低い人とでは、振られた時のダメージが全然違います。自己肯定感の高い人は、振られても振られたというパンチだけです。これはショックは大きくても、ただのショックです。病的に自己肯定感が低い人は、俺は価値がない。私は魅力がない。私は誰からも愛されないという思い込みを通して現実を確認するので、振られたというパンチの他に大きなハンマーで頭を叩かれます。だから自己肯定感が低ければ低い人ほど告白ができません。あるいは女性なら、あなたに好意がありますという態度ができません。目があったらさっとそらしてその場から逃げるように去ってしまうかもしれません。もっと突っ込むと、告白の勇気がないだけではなくて、失敗したら強烈に恥ずかしく感じるというのもあります。強烈にです。この恥ずかしさを感じたくないというのも告白ができなくなる要因です。そしてこの恥ずかしさは自分が感じているものです。他人があの人は恥ずかしい人だと思っているわけではありません。要するに自意識過剰です。自分のことを恥ずかしく感じる人ほど周りの評価を気にしすぎます。つまり傷つかないでいいことを周りの目を気にしすぎて勝手に傷ついています。それも低い自己肯定感や自己評価を通して激しく傷ついています。そこでいらない自己防衛が必要になっています。自分一人だけの頭の中で勝手にいろいろ推測して勝手に自己防衛をマックスに強めています。このように自分に対して恥の感覚が生まれるのは自己評価が低いからですが、自分のことを恥ずかしく思っているとさらに自己評価は下がります。悪循環でどんどん悪化していきます。
そこで告白できない状態が強まります。さっきも言いましたが、ここで取り上げている告白ができない人というのは、人が怖くて話ができないとか、人のぬくもりや恋愛の良さを感じられない人ではなくて、自己評価が低くて自信がなくて傷つきやすい人です。なので、自己評価の低さよりも、恋愛欲や性欲が勝てば告白ができることもあります。また、傷つく可能性がなければ告白ができます。傷つく可能性がないというのは、相手が自分に好意を持っているということが分かっていて、失敗の可能性が極端に低い時などです。では対策も考えてみましょう。告白ができないという対策だけではなくて、欲しいものを得られない生き方をしている人にも当てはまります。まず、自分が欲しいものを得られない本当の理由に気づく必要があります。本当の理由とは、意識ではこうしたいのに、無意識でブレーキをかけているというようなことです。無意識なので気づいていないことが多いです。例えば告白で言えば、断られるのではないかという恐れや、恥をかくのではないかという恐れのことです。まず、それがあることに気づくことが絶対的に必要です。そして、それに気づいたのであれば、その根っこにある自己肯定感や自己評価の低さを上げていくことも必要です。次に、認知の歪みに気づく必要もあります。例えば、親にありのままの自分を拒否されて育っただけなのに、すべての人に拒否されると決めつけている人がとても多いです。例えば男性であれば、すべての女性は自分を拒否するという思い込みが無意識にある可能性があります。たまたま好きになった人が人を拒否しまくるオーラが出ていて、告白ができないというのではなくて、誰に対しても告白ができないというのは、すべての人に拒否されるという認知の歪みがあるということです。このような人はおそらく合コンとかパーティーとかナンパなどの出会いの場は大嫌いだったと思います。確かに拒否する人もいると思いますが、受け入れてくれる人もいると思います。すべての人を信頼できない人は、人を見る目をつけて、人を信頼できるようになる必要があります。そして大事なことは、相手に断る権利も与えるということです。相手には相手の都合があるのだから、自分の欲求だけ完全に満たされ続けることはありえません。仮に告白して断られても、相手には相手の都合があるだけです。相手の都合とは例えば、他に好きな人がいる、勉強や仕事に忙しい、今は恋人が欲しくない時期、完璧を求める人で容姿などにこだわりを持っている、などです。告白の後にもらう返事とか、その後の相手の態度というのは、言ってみれば相手の都合です。病的に傷つきやすい人は、この相手の都合を自分への低い評価として受け取ります。それも拡大して受け取ります。でも相手には相手の都合があると心底理解しておくと、振られたことはショックに変わりありませんが、
でも、まるで自分の存在自体が否定されたかのように、コテンパンにやられることはなくなります。日本人は約1億2000万人いますね。相手が相手の立場でこちらを評価してきても、1億2000万人の中の1人の評価です。自分の価値には全く影響がありません。小さい頃からひどい環境で育ってきた人は、だから自己評価が低いまま生きてきた人は、たとえ断られても、誘えた、告白できたということはすごいことです。ここに注目しましょう。ここまで腑に落とせると、だいぶ恐怖は薄れてきますが、でもさらに追い打ちをかけましょう。仮に断られた時の最悪の場合、どんなことが起こるのか考えてみましょう。喧嘩になるでしょうか？嫌われるでしょうか？お金がなくなるでしょうか？生きていけなくなるでしょうか？最悪のことを考えても、せいぜい恥ずかしい思いをするとか、数日間気まずくなるぐらいではないでしょうか。では、ポイントを振り返りながら補足します。ここまで告白ができないということで説明してきましたが、病的に自己評価が低い人は、何も告白だけに限らず、アピールができません。例えば、部活でキャプテンがやりたいとします。でも、病的に自己評価が低い人は、自分を売り込むことや自然のアピールができません。自分がキャプテンになったら、こういうところを変えたいと思います。だから私にやらせてください。とは言いません。本当はやりたくないんだけど、誰もやる人がいないのなら仕方がないから俺がやるよ。という形に従います。あるいは、周りにやってとお願いされたから、断れなくて仕方なくやったということに従います。会社などでも同じです。今後の方針や目指す方向について意見がある人は来週の会議までにまとめてくるようにと言われていたとします。パワーポイントで準備をしてきたとしても、笑われたらどうしようとか、生意気だと思われたらどうしようと思い、結局黙っているかもしれません。このように告白ができないのも、自分のアピールができないのも、人に物を頼めないのも、その言い方傷つくからやめてと自分の気持ちを言えないのも、自己肯定感が低く自分に自信が持てないことが一つの要因です。そして言えない人は弱い人みたいな世間の間違ったイメージがあるので、言えない人はなおさら自己肯定感を下げがちです。でも、アダルト・チルドレンが自己肯定感が低くなったのは、そして言えなくなったのは、あなたに問題があったのではありません。多くの場合、小さい頃にとても辛い体験をしています。例えば、小さい子供は自分を中心にしてもらって、自分を大切に扱ってもらって、十分に愛情と承認をもらって、心が成長していきますが、機能不全家族で育った人は多くの場合、自分を中心にしてもらうどころか親が中心だったんです。自分を大切にしてもらうどころか親の欲求を満たすことが重要視される家庭だったんです。十分に愛情と承認をもらえない環境だったんです。
これでは自己肯定感が高くなるわけがありません。そこで、自分は愛されない存在、自分を好きになってくれる人などいない、告白したら迷惑だろう、このような信念が出てきてしまっている人が多いです。そして自己評価が低ければ自分のことを恥ずかしく感じるので、失敗したら恥ずかしいんです。告白して断られたら、そしてそれが周りに知られたと考えると、ものすごく恥ずかしいです。こうなると、ただの告白がものすごく大事のようになり、告白できなくなってしまいます。これが自己肯定感や自己評価が低くて告白やアピールや誘うことができないアダルトチルドレンの実態です。このような人は無自覚で生きていたら終始鉄壁な自己防衛をするので、パートナーだけではなくて欲しいものが得られない生き方になってしまいます。自己肯定感や自己評価の低さが元になっているので、これを上げることで違う生き方ができるようになっていく可能性が高まります。同時に、たった一人の人に断られたからといって、まるで全ての人に断られたかのような大きなダメージを受けてしまう歪みや、自分を好きになる人などいない、すべての異性は自分を断るだろうというような行き過ぎている認知の歪みを直す必要もあります。自分はこのような認知の歪みがあると気づくことがとても大きな一歩です。あとはそれが歪みである証拠を現実世界の中で少しずつ探しながら生きていきましょう。その証拠を探すのはとても怖いかもしれません。でも、あらかじめ相手に断る権利を与えておきましょう。また、仮に断られたとしても、起こりうる最悪の事態はどんなことか考えてみましょう。そこまで怯えなければならないようなことは起こらないと思います。告白に限らず、アダルトチルドレンは頭の中で恐怖を極端に拡大してしまうんです。現実は10なのに100のように感じて怯えていることがとても多いです。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、無意識を考えてみようです。告白で言うなら、意識では異性と親しくなりたいと思っているのに、なぜか目が合うとさっとそらしてしまうとか、笑顔で話せないとか、逃げるようにその場を離れてしまうという人は、無意識に何かがあるんです。例えば自己評価が病的に低くて、どうせ誰も私を好きになってくれないみたいなのがあるかもしれません。こういうのを探しましょう。告白ではなくても、意識では仲間に入れてほしいのに、行動はみんなのそばに行かないとか、絶対に懇親会に参加しないというのも無意識に何かあるんです。アダルトチルドレンは意識でこうしたいのに、無意識でブレーキをかけていることがよくあります。そして自分が無意識でブレーキをかけているということに気づいていません。もしよかったら自分にはそういうところがないか考えてみてください。アダルトチルドレンは自己肯定感が低くなるような環境で育ってくる人が多いですが、
自己肯定感が病的に低いと、告白やアピールやお願いすらもできません。告白に限らず、アダルトチルドレンは自己肯定感を高めることはとても大切です。自己肯定感の高め方は、自己肯定感を高めようなどの再生リストを参考にしてください。動画のすぐ下の概要欄にリンクを貼っておきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。では、仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバイ。